ちは。スピリチュアルで夢実現を提唱するスピリアルアカデミーザガイアハウスオーストラリアの開運先生術師新海真希です。さてですね、先日たっぷりと数世紀ぶりの水亀座のみで起こる冥王星逆行期間突入の記事を書きました。5月の5日からですね。今日はその続きになりますので、まだの方はぜひそちらの方を先に見ていただいた方が分かりやすいと思います。今日はですね、先日たっぷりとお話ししたんですけれども、もう少し補足して冥王星をギリシャ神話の側面からも見ておきたいと思います。そうすることで、先日お話しした今回の特殊な冥王星逆行期間が魂が試される時なんですよということを理解していただきやすいんではないかと思います。それから最後に、この期間、特に12星座別に、特にこのテーマでの変容ですよという、そのテーマを一言ずつ言っていきたいと思います。さあ、冥王星の話ですけど、ギリシャ神話ではハデスという神様、冥界の神様として知られています。冥界ですから、破壊と再生とか、終焉と覚醒とか、この境目を支配する死と再生の象徴というふうに言われています。ですが、冥王星は地球上の地上がプラスで、冥界がマイナスの世界だとしたら、マイナスではなく、プラスではなく、その間のゼロの地点っていうものを表す天体だと言われてるんですね。つまり、古い存在と新しい存在がこう入れ替わる時のその間にあるもの。ですから、私たちの住む太陽系の一番外側の惑星であり、最後の惑星であり、壮大な宇宙空間と、太陽系との間に位置している。つまりこうゼロのやっぱりポイントに位置しているということになります。ですから、ここからがスタートということですね。しかも、この境目、境界期っていうことになります。逆行期間に突入する今、私たちは魂の深遠な一番深い層のところに眠っている影、シャドウと対峙する運命にあると言えます。冥界の王です。でも、怖がる必要はないです。これを今回お話ししたかったのは、私はクリスタルショップをオーストラリア・シドニーで10年近く経営しています。で、その私から見ると、ダイヤモンドだったり、クリスタルだったり、水晶だったり、この素晴らしい波動を持つものって全部地下に埋まってるんですよ。つまり、皆さんの人生を輝かせる宝石を取り出すための作業が、冥王星の逆行期間ということになります。ギリシャ神話で冥界を支配するこのハデス、冥王プルートですね、は、死者の領域だけではなくて、生と死の再生のリズム、輪廻転生、循環、繰り返していく流れっていうものを司っている神でもあります。で、これは他の、動画でも何度も何度も話している私の大好きな神話のお話ではあるんですけれども、このハデスがある時、豊穣の神デメテル、日本でいうところのアマテラスオホミカミですね。このデメテルが溺愛していた娘、春を司る女神であるペルセポネを恋して連れ去っちゃうんですね。そして地下の世界に連れて行っちゃう。この話。何回も、他の動画でもしてるので、気になる方は探ってみてください。で、この誘拐劇は、実は私たちの人生の輪廻転生を含めて見つめるときに、非常に深い意味を持っている神話だと言われています。この中には、別れの悲しみ、母と子の関係、喪失によってもたらされる古い、深いですね。深い変容と、それによって彼女は自立をせざるを得なかったこと。自らの内に秘めた影にも気づいたり、それによって、お母さんの中に生まれた自分の影にも気づくきっかけとなったり。そして結局この2人は再会を果たすことになるんですけど、その再会の喜びも。でも再会してもそれつかの間でまた別れをするっていう、この
循環ですね。光と闇を行き来するような循環劇っていうのがこの誘拐劇のお話でもあるので、輪廻転生を象徴するギリシャ神話とも言われています。春が来るために彼女ペルセポネは地上に戻り、デメテルは失った娘を取り戻します。でも循環の中でまた喪失を繰り返して冬になります。私たち自然のサイクルも同じように冬の後に春が来る。冬があるからこそ大地が育ち、また種が育つ。影を見つめた後に咲く花のように循環がやってくるということです。ですから、どこかで影を見つめる作業というのは、冬の季節というのは必要だということです。で、もう一つ、冥界の王、ハデスの神話で忘れてはならないのが、闇の番犬、ケルベロス。皆さんご存知の通り、冥界の門には3つの首がついた犬、ケルベロスがいます。この門を通らないと循環は起こらないわけです。この門を通らないと地下に行けない。で、地下に宝石は埋まっている。このケルベロスを通るという恐れ、私たちが越えなければならないのは、この恐れという名のゲートであるということがわかります。変容っていうのは派手なものではなくて、むしろ地中深く埋まっているものを静かに揺り起こしていく地殻変動みたいなものなんですね。だからこそそのきっかけを、サインを見つけるのはものすごい難しい。だから皆さん手放せない。でもあなたの中にあるもう古くなった信念、それがあなたの夢を邪魔してるんだとしたら、積極的に手放す必要がある。実は私のこのね、いつも紹介している宇宙から降りてきて、これを世の中に広めてくれという宇宙と契約したセプタグラムソウルジャーニーリーディング。この中で使うカードの中の再誕生の意味するシンボルはフェニックスです。で、フェニックス、不死鳥は一度灰にならないと飛び立てないっていう鳥なんです。これと同じような作業が必要だということですね。つまり冥王星はあなたに、皆さんに再生のための祝福を与える星、本当は。っていうことを忘れないでいただきたいと思います。今こそ自分の力、真の力を思い出していきましょう。たとえ今その目標や先が今まだ見えてないんです。でも大丈夫です。一歩それでも踏み出すんです。ペルセポネが冬の間に冥界へ旅するように、私たちも一時的に内なる闇にいるサイクルっていうのは誰でもあるんです。大事なのはそこに居続けちゃいけない。ペルセポネのように春になったら戻ってこなきゃいけないということです。自分で信じない限りそれは起こりませんが、信じ続けることができれば必ず春が来ます。だから今冬のように感じている人も、信じることだけは絶対やめないでください。信じたりすれば絶対人生に春はやってくる。信じてください。実はもう生まれ変わったあなたはそこに存在しています。でも皆さんがまだ周波数をそこに合わせていないから人生で見えてないだけです。この周波数を預けて、合わせていく作業、周波数を高めていく作業、一つはこの逆行期に自分の変容のすべきテーマに向き合う勇気を持つ。バンケンケルベルスの向こう側に行って宝物を取り出すという勇気を持つことです。どのテーマで変容を促されているのか、最後に12星座別にお話していきます。どこなのかわからない、さっき言ったように、わかりにくいから。でも、ここだって分かっていると見つけやすいから。なので、テーマを言っていきます。お羊座は友情とグループ関係。お牛座はパブリックイメージとキャリア。双子座は探求の旅について。蟹座は過去のトラウマ。獅子座は人との親密性について。乙女座は体と健康管理。天秤座は自己表現のあり方について。さそり座はソウルジャーニーの家族というテーマ。いて座はコミュニケーションのあり方について。ヤギ座は金銭問題。水亀座はアイデンティティの確立。魚座は潜在意識です。これらのテーマが特に変容を期待されている場所なので、そのテーマで積極的に変容に取り組むことで宇宙に応援される開運人生へと変容の可能性が高くなるということです。
私は先生術、プロ先生術講座なども教えておりますので、ちなみにすべてオンラインで動画受講ができますから、いろんな講座ですね、自分の好きな時間に日本でも見ていただくことができますけれども、その中で、日々私も毎日成長しちゃうんで、星読みが。なので、1年前に教えた時よりもっといい星読みができるわけなので、私自身も。それをこうシェアするべく、毎月練習会オンラインでしてるんですけれども、それとは別にですね、新しい視点が生まれるたんびにテキストを作って、ノートの方でも、販売していたりします。この5月の5日から10月の14日までの冥王星、水亀座、逆行期の12星座別の今、テーマも言いましたけど、そのテーマをもう少し深く、こんなことが起こる。こうすれば会員を得っていう、ものすごくこう、詳しく長くなっちゃう部分なんですけど、そこのところもテキストで、ノートで、販売しておりますので、気になる方は、全部、何百円です。なので、ご覧いただけるといいと思います。ということで、素敵なサソリ座、サソリ座じゃない、素敵な水亀座、冥王星逆行期を過ごしていきましょう。自分のテーマを忘れないでね。